はい、ということでスロバキアのブラチスラバに到着いたしました。バスでだいたい6時間7時間かかってないぐらいでしたね。でこちらのバス停に到着してバスターミナルの施設の中にバゲージストレージがありましたので、そちらで荷物を預けました。3時間で4ユーロ、12時間で7ユーロ、半日ぐらいですかね、観光して次は B に行きますので12時間で7ユーロでお支払いしております。では今から歩いて旧市街に向かいます。そう、ここがバスターミナルの入り口で、今回使ったロッカー一番下の XXL サイズです。これはバックパック大きいの2つ、キャリーケース機内持ち込み1つ、あと小さいリュック入りました。結構大容量でした。ありがとう、助かります。スロバキアなんですけれども、もともとはチェコスロバキアと言いまして、今はもう分離してしまっているチェコとスロバキア一緒のガッチャンコした国だったんです。始まりは今から108年前の1918年、第一次世界大戦でオーストリア・ハンガリー帝国が敗北し、その支配から独立する形で誕生しました。チェコ人とスロバキア人は言語や民族的に非常に近く、周辺の大国に対抗するために力を合わせようと一つの国を作りました。第二次世界大戦中、チェコはナチスドイツに直接占領され、スロバキアはドイツの言いなりになる操り人形のような国として独立させられました。戦後、ナチスから解放され、チェコスロバキア共和国が復活しました。しかし今度はソ連の影響下に入り、共産主義体制が始まりました。今の日本やスロバキアでは頑張れば稼げるし好きな仕事を選べますが、共産主義は違いました。国が今年はパンを100万個、靴を5万足作ると全て計画し、競争がないので商品の質が上がらず、計画が狂うとお店に物が何もなくなり、大行列ができるのが日常でした。人々は自分がやりたい仕事よりも国が必要とする仕事に就くことを優先され、平等を実現するために国は国民を常に監視していました。共産党の偉い人たちだけが贅沢な暮らしをし、一般市民は貧しい暮らしでありました。市民の怒りが爆発し、1968年、人間の顔をした社会主義をスローガンに掲げ、自由革命運動プラハの春が始まりましたが、ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍の戦車約5000から7000台がチェコスロバキアに侵攻。圧倒的な軍事力の前に改革は強制的に終了させられました。1989年、ビロード革命、共産党体制が崩壊します。自由な国になった後、工業化が進んでいたチェコと農業や軍需産業が中心だったスロバキアの間で、経済格差や政治的な意見の食い違いが目立つようになりました。多くの国が分離の際に紛争、戦争になる中、彼らは徹底的な話し合いを選び、1993年、連邦解消法に基づき、チェコ共和国とスロバキア共和国に分離しました。この円満な分かれ方は、革命の名にちなんでビロード離婚と呼ばれています。こちら面積が 4.9 万平方メートルで、九州の約 1.2 倍だそうです。人口が543万人です。今はね、朝なので人がねあんまり出てないのでちょっとわかんないかも。どこにいるんだろうね、みんな。でですね、こちらはオーストリアとハンガリー2国に隣接する唯一の国だそうです。なので地図を見ると面白くて、こんな感じでピザみたいになってます。では街の観光をしていきましょう。今ね、霧雨みたいな感じですが、やっぱり海外の方あるあるで誰一人傘を差してませんので、こちらもそんな感じで行きます。はい、ここからが旧市街になります。ヨーロッパの旧市街はどこを切り取っても可愛い。あと大体ハイブランドとかがね入ってます。で、どこかここら辺で朝食がいただけたらなって思っております。スロバキアの有名なグルメって何なんですかね。ソーセージとかっていうのは、ネットでね見たりしたんですけど、何がいいかなということで、まずはじめの朝食はこちら KEPS ケプスに行きます。で、めっちゃ混んでる。はい、ということでやってきました。まず記念すべき1回目のお食事でございます。ファースト食事、こちらの方で、朝食の定番とされているクロワッサンにこのハム&チーズを挟んだものと、みんなが食べてたピスタチオを挟んだやつ
そしてカフェラテですね、注文しました。これアイスに見えるけどあったかいんですよ。面白いですよね。ではいただきます。まずはこの見た目がアイスラテのラテ。美味しい。ちょっとシュガー入ってる。ミルクの甘さ。ミルクの甘さかな。人肌よりちょっと低いぐらいの温度。30度ぐらい。35度、40度。美味しい。そしてこちらのピスタチオ。めっちゃ美味しそうなんだけど。いっちゃうよ。いただきます。美味しい。クロワッサンめっちゃ美味しい。ピスタチオ美味しい。なんか噛んだ瞬間さ、ジュワーってなるのいいな。幸せ。このピスタチオの甘さとコクがすごい人気だね。なんかピスタチオパン自体はなんか甘すぎない。思ったより甘すぎなくて程よい甘さで優しい。はい、こちらのマンホールからひょっこり出しているこれチュミル像と言いまして、別名マンホールおじさん。公式にはこの上に書いてありますマンアットワークでございます。面白いよね。このマンホールから上半身だけを出して両腕をねこう地面につけてこっちを覗いております。なんともユニークな作品でしょう。1997年にブラチスラバ旧市街の再整備を記念して設置されたそうなんです。共産主義時代の暗い雰囲気を払い拭いし、街を明るく親しみやすい雰囲気に変えようという当時の市長のアイデアであったと言われております。やっほー。でみんなよくねこれ頭を触って写真撮ってます。私も写真撮ります。ありがとうございます。みんなが触っててテカテカです。頭見て反射するよ。ほらテカテカ以上観光名所チュミニー像でした。はい、ということでやってきましたフラ船広場でございます。クリスマスマーケットがねここで行われているそうなんですけれども、まだ時刻は10時前なのでオープンしているお店はまちまちでございます。で見てください、こちら日本の国旗見えますでしょうか。これ日本大使館なんですって。いやすごくいい立地だね。この広場にありますのがロランド噴水でございます。1572年に作られた噴水です。当時ですね火災が発生し消火のための水不足が問題となったことがありまして、そのため公共の給水施設としてまた火災対策としてこの噴水が建てられたんだそうでございます。でこの像はですね伝説の騎士ロランドらしいです。中世ヨーロッパで都市の自由と権利の守護者の象徴でした。騎士だってロランドさん。わあすごい、本当だ騎士だ、かっこいい。このロランドさんが眺めている先は旧市庁舎だった場所ですね。黄色い塔でございます。にしてもここら辺夜になったらかなり活気がありそうな場所ですね。ここのクリスマスマーケット面白い。バービー人形の専用お洋服が売ってる場所などあります。わあ美味しそうだよね。クッキーチーズ美味しそう。やっぱソーセージがさ種類多いね。サラミもだ。サラミも有名だって聞いたよ。はい、旧市庁舎です。可愛らしいですね。この道もこの石畳の感じがいいよね。見て、ここにもタイマッサージ。結構さ、昨日までいた国どこだ？昨日までいた国はポーランドもそうだし、タイマッサージが多い。Y。なんか見えてきたよ。見て。なんか見えてきた。はい、こちら目の前に見えますのがですね、ミハエル門でございます。ブラチスラバ旧市街の入り口に立ち、街で最も古く象徴的な建物の一つです。
中世のブラチスラバは城壁で囲まれておりまして、町に入るには4つの門のいずれかを通る必要がありました。その中で唯一今日まで完全な形で残っているのがこのミハエル門です。すごくない？ちなみに14世紀に建てられたゴシック様式の門が始まり、この現在の優雅な姿は18世紀1758年にバロック様式で再建されたものです。18世紀かと思っても1758年なんで何百年前ずっと残ってるんですね。綺麗な形で。どうやらなんか門の真下の地面にコンパスのような形の黄金の円盤が埋め込まれてるらしいので、それを見に行きましょう。ちなみにこの門を通るとき、地元の方はあることを絶対しません。何でしょう？絶対しません。はい。お辞儀。はい。あ、分かった。真ん中を通らない。違います。こちらはですね、地元の方は絶対やる。門を通るとき喋らない。恵方巻き的な感じで、だからもう受験とか控えてる子は通るときは絶対喋らない。黙って沈黙のまま通るらしいです。これが古くから地元で伝わるジンクスです。では行こう。1700年代から残っている歴史ある門。すっごいかっこいいね。入ります。できました。これコンパスになってて、ブラチスラバからの主要都市のまでの距離が書かれてます。東京 9142km 先にある。目の前にある岩が積み上がってできたような壁、これがおそらく旧市街の城壁ですね。なんでこの道路を挟んで旧市街、新しい方だと思います。ちょうどね、ここにさっきの門があったから、旧市街の城壁があって門があって、さらに中に入るのに必要みたいな感じかな。すごい歴史がたっぷりあるね。城壁がずーっと続いてます。その先に教会みたいなのがある。はい、今城の下の方にやってきました。なんかすごい強そうな銅像がいる。皆さんこれメデューサかアリエルどっちだと思います？魔女を意味するんだって。魔女なんだ。地元の伝説に登場する魔女たちを象徴しています。確かにカラスがいるから魔女だわ。ではキャッスルの方に向かいましょう。ではこちらお城に入りましょう。ノードローン、ノー自転車、ノーキックボード、ノードッグ。なんかかわいいね。レンガ造りのトンネルを通ります。お城はこんな感じ。広いな。正方形のお城にお庭があって城壁で囲まれているんですね。はい、ということでやってきました。こちらブラチスラバ城でございます。こちらですね、18世紀にハプスブルク家の女帝マリア・テレジアがここ非常に気に入りまして、居城としてバロック様式の華麗な宮殿に改装したんだそうです。そして1811年に火災で全焼してしまい、その後140年以上も放置され廃墟となってしまいましたが、1950年代から復元が始まり、現在の美しい姿に戻ったそうです。こちらですね、白い城壁と4つの塔、この見た目からひっくり返したテーブルのようだねなんて言われているそうです。まあなんか言われてみればかな。ちょっと言われなきゃ分かんなかったですが、そんな感じです。で、ここはですね、博物館に入るためにはチケットが必要なんですけれども、無料で見れる施設もございまして、私たちが今いるこちら庭園、この中の城壁、こちらのお城の外までは自由に
見学ができるそうです。で、こちらご覧ください。はい、本日ですね、あいにくの霧雨でございまして、目の前がねほぼ何も見えないボルデモート来ますよ状態ですね。はい、なんですけれども、晴れている日にはですね、旧市街とそしてこちらのドナウ川が綺麗に見えるそうです。なので皆さんぜひ、晴れている日はね、こちらのお城の庭園などをね巡って、この高台から素晴らしい景色を見てみてください。マジで綺麗でさ、ちょっと今さっきあった出来事を皆さんにお伝えしたいと思います。普通にさっきね城歩いてたんだよね。でこうやって歩いてたら夫に「なんちゃう後ろ空いてるよ」って言われて、カバンがこの状態だったの。やばくない？カバンがガバって開いてて、もうこんな感じで、夫も僕の大丈夫かなって見たら、夫のもガバって開いてた。あいつさ、やばい、いつ誰がみたいな感じ。うちら誰にもなんかそんな人いたかなみたいな、ぎゅうぎゅうになったところには行ってないので、なんでだろう、いつどのタイミングで誰が開けたんだろう、開けてないよね私たちみたいな感じで、なんでいつどこにでもスリはおりますので、皆さんカバンは必ず前に教えてください。私たちカバンをこう後ろにしてこうやって歩いてました。完全に平和ボケしてましたので、ちゃんとお腹の前に置いて歩いてください。以上、注意喚起でした。ポンポンポン。夫のカバン、ここがねガバーってこう開いた状態だったんですよ。でも開けてもペットボトルが入ってて、あと充電器ぐらいなので、多分犯人は取らなかったのかな。でもまた貴重品はねこの裏ポケットに入れてるんですね。夫がおすすめしたいのがこの南京錠をここにくっつけること。これをすることによって開けません。ほら、ロックされますので、皆さんスリ対策としてぜひこのダイソーで買ったんですよ、南京錠。ダイソーで買った南京錠、このようにして使うといいと思います。でここにお城を建てることを非常に気に入ったハプスブルク家のマリア・テレジアさんなんですけれども、ハプスブルク家とは一体何なのかというところなんですが、中世から20世紀初頭1918年まで約650年間にわたってヨーロッパの広大な地域を支配した世界最強の家系の一つらしいんです。でハプスブルク家はこう争いをして領土を広げるのではなくて、自分の家系の女性を政治結婚どんどん結婚させに行って領土を広げて世界最強の家系の一つになったらしいです。ちなみにハプスブルク家身内での結婚とかもあったらしくて、近親結婚、ハプスブルク家は家系図を守るための近親結婚が多かった影響で、このみんな顎が出てるらしい。 DNA 別の DNA が混じんないじゃん。みんなこう顎が出てる感じだから、肖像画とかはしゃくれた肖像画が多いらしい。面白いですね。でちょっといとことかってことだよね。そう、いとことかとね結婚したり OK なんだねえ、昔の人は OK だったのかな。では無料で入れる範囲見学しましょう。見て、マリー・アントワネット、有名ですよね。彼女もハプスブルク家の一員です。せっかくなんでこちらのお城の中のクリスマスマーケットでテイスティングして美味しかったレッドワインをいただきます。3ユーロです。Cheers! Thank you! Bye! ありがとう。うわ見て、やばい美味しそう。民族衣装着てる人が多いから当時の時代にタイムスリップしたような感じになるね。美味しそう。ワインとよく合いそうだ。ワイン美味しい。スパイシーでブラックペッパーがよく効いてます。雰囲気最高。
ちょっと下の方まで来るとドナウ川が、さっきよりかはよく見えます。この城壁もとてもかっこいいですね。ということで、今回は8、9、10、11、12、13、14。今回はこちらのブラチスラバ滞在時間6時間しかないので、あと3時間ぐらい後にバスが出発いたしますので、そろそろ旧市街に戻って旧市街の観光をして何か食べて帰ります。はい、こちら先ほどもちょっとだけ見ました聖マルティ大聖堂です。すごいロケットみたいな形ですね。すぐ真下が道路です。車が行き交ってます。ここら辺はさ、歩いていろんなとこに行けるのがいいですよね。トラムとか電車とか使わなくていいのがいい。裏大聖堂の方が個人的には好き。そしてこちらは旧市街の街。先ほどこれまっすぐ行くとね、先ほどのクリスマスマーケットとかにつながるっぽい。本当に可愛い街ばっかだな。ここら辺はエンバシー大使館が多いですね。これはブリティッシュでしょ。これはエジプトかな。さっきの日本大使館といい多い気がします。さっきはスペイン大使館もありましたね。ラーメン屋さんがある。マジ？海外では貴重な本物の日本のラーメン。やばいじゃん。皆さんすいません、ちょっとラーメン欲がかなりありまして、このラーメンがマジで美味しいらしいので、現地のフードは置いといて、こちらラーメン行かせていただきます。クロワッサンいただきましたからね。すいません、行ってきます。やばい、頼んじゃいました。味噌ラーメンでございます。そして小ライスも一緒に。やばい、美味しそう。やばいね。いただきます。高いうちに。美味しそうですね。いただきます。すごいやばい。美味しい。ライスだね。ライスよくある。感動。日本にあってもリピッシュのレベル。わかる。週1で絶対行っちゃう。美味しい。美味しすぎますよ。本当に幸せ。ここにいたね、本物ラーメン。まさかの。100点。ラーメン食べてきました。マジで美味しかったです。味噌ラーメンはあれは日本だね。もう日本でした。ちょっと体調が悪いんですけど、なんか治った気がする。なんか人間で体調悪い時ってさ、やっぱ母国のさご飯食べたくなるのかな。安心するだろう。味噌はね。そう、すごい安心したし、頑張ろうってなっちゃった。はい、やってきました。青の教会でございます。こちらもブラチスラバで人気の観光スポットだそうです。今ね、中はやってなくて入れないんですけれども、中も青いらしい。まるでおとぎ話のような外観ということからみんなに人気らしいです。現在の時間は営業時間外で、このように青い門で閉まっておりますが、この隙間からちょっとね、中を覗けます。見て、教会の椅子もおそらく天井もブルー。すごいね、本当におとぎ話の世界みたい。かわいい。では中も見れたことなので、
バスターミナルに帰ります。ブラチスラバ楽しかったです。約6時間の滞在でしたが、とても楽しかったです。ありがとうございました。私ラーメン作ってくれた人天才です。ありがとうございます。見てください、ここら辺の地域の壁にはブドウの木がね、こうやってまとわれてんですよ。ほら、これブドウだよね。すごい。ちなみにこの建物も全部ブドウの木。すごくない？単純に考えてすごい。これこっちもじゃない？そんなことある？これ何百年前の建物かな。ほら見て、まだ生き生きしてる。ブドウじゃない？ブルーベリー？なんだろうね。なんでこんなに育ってんだ。うわー、リアルホーンテッドマンションだ。バスが出発するところに戻ってきました。ちょっとまだあと1時間ぐらいあるので、こちらショッピングモールでゆっくりします。なんかショッピングモールの目の前に車止まってるんですけど、これはスロバキアの車ですかね。かっこいい。ファストファッションブランドから高級ファッションブランドまでいろいろあります。はい、ということで今バゲージをピックしました。今回のブラチスラバ編はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。まだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイ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 。